ベスティー花だよ。今日はピクニックしながらちょっとみんなとお話ししたいことがあって来たの。みんなを集めたんですよ。何を話したいかっていうと、バカラスいるあそこに。ねえ、ほんと来ないで。鳥の声がすごいんですが気にせず私のお話をしましょう。結構みんな進路のこととか、これからどうしようとか、人生どうしようとか、なんか目標がないですとか、そういう悩みが結構多かったのね。だからこういうことをやろうと思ったのかとか、そういう話をあんまりしてこなかったなと思ったから、誰かの何かのきっかけになればいいなと思って、ちょっと自分の話をしようかなと思って。あとなんか最近結構見てくれる人が増えたから、とりあえずちょっと見てるけど、誰こいつみたいになってる人もいるかもしれないから、そういう方たちのためにもちょっと私のことを話そうかなと思ってみんなをお呼びしました。だから集まってくれた方ありがとうございます。本当に。一般的な女性の人生を教えてってチャット GPT に聞いたところ、幼少期学校生活を始めて基本的なルールを身につけます。思春期、自己認識が始まって友情、恋愛、進学、いろんな経験を積む年です。成人期では、キャリアを形成して結婚独立を考える時期で、中年は仕事や家事での責任が増えてバランスを取ることが重要になってくる。で、老後は子供が独立して引退後の趣味や健康に終点を当てた生活を楽しむことが増えてきますという感じで、これね、めっちゃバリバリごめんね、私画面が終わってるんだけど AI に聞いてみたところ、こういうことが出てきます。で、こういう人生のステージってやっぱドラマとか小説とか読んでても結構出てくると思うの。あ、猫がいる、あそこに。かわいい。待って、やっぱキャットウォッチング始めちゃった。かわいい。待って、なんか喧嘩始まってる。やばい。はい失礼いたしました。人生って何って考えた時に、結婚だったり子育てだったり勉強だったり仕事だったりいろんなことがあると思うんだけど、私の人生が変わった本があったから、これをみんなに紹介いたします。それがこれです。メグ・ジェイさんの人生は20代で決まるっていう本。すごいことが書いてあって、もう本当になんかボロッボロ。この本は私が16歳か15歳とかそのぐらいの時期に読んだんだけど、このメグ・ジェイさんっていう方がテッドトークっていうさ、いろんな人が語るみたいなやつあるじゃん。あれで話したやつなんだけど、もうこの本がすごいよくって、これを結構何回も読んでるかな。で、これチャプターが結構分かれてて、一回濡らしちゃってすごいボロボロ。仕事、恋愛、ノートネクタイ、望みの人生を手に入れるには20代でスタートすれば最もたやすく成果にたどり着けますとか。なんかこういう本ってさ、持ち歩くから結果ボロボロなんだよね。でもなんかボロボロの方が味があるって感じで、自分に合ってるのは自分で何かやったりとか作ったりとか、そういう仕事が合ってるなって思って、その仕事をするために何すればいいのって考えた時に、やっぱなんかやんないと行動しないといけないじゃん。そうだからいろいろやってみたんだけど、私が活動し始めたのは最近だけど、結構パッと出てパッと割と見てくれる人が増えたっていう印象を持ってる方もいるかもしれないんだけど、私って結構全然失敗しててそうもともとイラスト描いてたっていうの話は何度もしてるんだけど、イラストのインスタアカウントとかほんと3、4回作り直したよね。100いいねみたいな、誰も見てないみたいな。インスタグラムのタグを信じられないほどつけてるのに、もう50いいねとか30いいねとか当たり前みたいな感じで、もうすごい少ない数しかなんなくて、私全然向いてないじゃんとか思ってたのね。イラストも全然伸びないし、なんか全然うまくもならないし、なんか誰も見てないし、どうすればいいの私みたいな思ってて、そういうのもあったし、私ってバックに大人がいるわけでもないし、なんか本当に一人でやってるみたいな感じだし、なんかめっちゃ有名な友達がいてとかそういうわけでもないし、なんだろう、本当に結構全部一人みたいな感じなのね。私が今こうやっていろんな人に見てもらえてることって、
奇跡だと思うけど、でも私の失敗が重なっていろんな経験値が積まれて、それでこの結果になってるなとも思うの。だから奇跡と努力が結構ミックスって感じ。なんかパッとやってパッと成功するとかマジありえないと思ってるし、それがねできたらねすごい奇跡も最高だけど、でもなんか経験値を積んで積みまくって失敗しまくってやっと成功した方が、パッと成功した人よりも経験値が積まれてるし、もっと応用が効くと思うの。なんか私はそういうなんか失敗することってすごく大切なことだなって、めっちゃ重要だなって思うのね。失敗って何っていう話になるんだけど、失敗ってもはやないかなみたいな失敗ってないかなって思ってて、失敗は経験値が上がるし、失敗したってことは行動したってことじゃん。だからめちゃくちゃいいことだなっていうか、自分のためにすごくなると思うの。これ失敗したってことは、じゃあこれはやめてこうしようっていうこともできるし、失敗することってすごくいいことだと思うの。だからみんな失敗した方がいい。でも失敗するのめっちゃ怖いじゃん。てかもう失敗したくないじゃん本当は。失敗しないで、バーンって成功したらめっちゃいいけど、そんなことってありえないと思ってるの。怖いし、なんか言われるのも嫌だし、ジャッジされるのも嫌だけど、でもちょっと行動してみて、失敗したらでも次に進めるから、私は行動したいなって思ってて、今もずっと何かしらちっちゃいことでもいいから行動しようってすごい心がけてる。数打っちゃ当たるみたいな言葉があるけど、本当にそう思っていて、なんか無駄なことが9割だなって思うの。私もマジ無駄なこといっぱいしてきた。初めの方は YouTube とか始める前は本の売り込み的なこともやってたし、いっぱいのいろんなところに送って全部無視みたいな、電話して誰ですかみたいな感じですっごい冷たい対応されて終わったりだとか、インスタも全然伸びない、すっごい投稿してるの伸びない、めっちゃ書いてるのに誰も見てくれないとか、なんか全然誰も見てくれないみたいな、私がやってることって全部無駄なのって思ってたけど、無駄なことなんて本当にない。本当にない。行動してる全てが意味がある。本当になんか名言みたいになってるけど、本当に私は強く思っていて、私がみんなにシェアしてることって本当に一部でしかなくて、無駄なこといっぱいやってるわけ。私も見せてないだけで、なんかボツになった動画とかも何個もあるし、なんかいろいろ考えたけど結局やめようとか、そういう話とか、なんかこういう絵描いてみたけど結局やめるとか、なんかそういう無駄なことをたくさんしてきて、99個無駄なことして1個をみんなに見せてるみたいな感じなのね。それでいいと思う。なんか無駄なことってマジでいっぱいするべきだと思う。サイコロとかでさ、6が出てほしいなと思ってバッてやっても6出ないじゃん。ほぼ何回もやれば1回は出るじゃん。そういうことサイコロマジサイコロだから無駄なこといっぱいしといた方がいいなって思う。無駄なことしてたらやるべきことがすごく明確になってくる。無駄なことしたことによって、これは向いてない、これは向いてない、これはやめとこうっていう、すごい絞られてくるの。絞られてきたらすごい選択肢がさ、もうこんくらいじゃん。もうこれをガガガンってやっていけばうまくいくと思うの。そう信じて私はこれからもやっていこうかなって思ってる。だって私ね、ノートに書いてあったんだけど、あと4年しかないみたいなことが書いてあって、16歳の時に書いてたの。で、20歳までになんかやんないとやばいっていう意味で、あと4年しかないよって書いてて、私は16歳からそういうことを考えてたの。だから16歳からいろいろ人生について考えたりとか、なんかいろいろやってたんだけど、結局2年間ぐらい無駄にしてるわけ。16歳からできたらもっとなんかできてたかもしれない。ビリー・アイリッシュ13歳でヒット曲出してるしね。でもその2年間いろいろ模索してきて、で3年目にして今いい感じで、今19歳でもうすぐ20歳だけど、目標を達成したよね。4年の間に何かしら行動するっていうことで今達成してるからよかったって思うけど、でも2年間すごい不安だったし、やばいどうしようみたいな、何やってもうまくいかない、私これから人生どうなのみたいな。でも私はやっぱり自分のこと自分のクリエイティブな活動だけで生活していきたいって強く思ってたし、それは揺るぎなかったんだけど、そのやり方が分かんなくて、だからいろんなことやった。みんなの人生の大切なことは何？気になる。私の両親は自分でやってきた人たちだから、自分の経験を踏まえて私にすごい、アドバイスをくれたりだとか、こうしようこうしたらとか言ってきてたんだけど、16歳17歳ぐらいの時はマジでうるさいみたいな、本当に自分だけでやらせてみたいな、
やろうと思ってる時に宿題やってって言われたらめっちゃだるいじゃん、うざいじゃん。そういう感じで、嫌な態度を取りつつも心の中ではすごい不安だ、どうしようどうしようみたいな言われてるし、もうすぐ20歳だしやばい、どうしようどうしよう、いろいろやんなきゃいけないのになーとか思ってて、すごい不安な時期がめちゃくちゃあったの。不安で眠れない時いっぱいあったし、不安で押しつぶされそうで、でもなんか自分もそんなに行動してなくて、何してんの自分みたいな、マジで時間無駄にしすぎとか思ってて、でも結果的にその不安だった夜も無駄じゃなかったなって思うし、その時の私に言ってあげた、マジで頑張ってって、頑張ってってだからね、今不安な子いっぱいあると思うのけど、考えてるだけで偉いよ、そもそも、考えることってすごい大変だもん。だって自分と向き合わなきゃいけないの。いう感じで、私はこれからもいろいろやりたいこともたくさんあるから、いろいろやるから、失敗するかもしれないし成功するかもしれないし、どうなるか分かんないけど、私の人生の記録を YouTube とか SNS とかに残していくから、みんなと一緒に成長できたらいいなって思ってる。人生を一回俯瞰して、もうなんか幽体離脱して、空から私の人生を見てみるみたいな上からちょっと見てみるっていうのをやってみると、あ、こういうのもありだな、こういうのもありだなみたいな感じになってくる。すごい難しそうだけど、もうちょっと遠くから見てみたりとか、すっごい狭い世界じゃなくて、自分の当たり前とは別のなんか違ういろんな人の人生を見てみたりすると、あ、私ってこれ合ってるかもとか、あ、これいいじゃんとか、こんな自由な働き方もあるんだとか、こういうのもあるんだみたいなのができるから、いろんなこと調べてみたりとか、知識を持ってる人とか仕事を実際に行ってる人に聞いてみるとかするのはすごく視野が広がっていいと思う。私はたまたま自分の周りの人の仕事の仕方と自分のしたい仕事の仕方が合ってたから、自分のやるべき道が結構すぐに分かったの。あ、私はこうするべきだみたいな。周りの大人たちがしてる仕事が絶対に自分と合うとは限らないから、いろんな人の意見や考え方とか仕事の仕方とか見てみたり聞いてみたり実際にお話ししたりすると、すっごい視野が広がって、自分のやりたいことってなんだろうって考えるきっかけになるかなって思う。いろいろいるし、しかも若い子とかだったらマジで全員教えてくれると思う、大人変な人に引っかかんないようにだけはして、キモい人もいっぱいいるから全員信用するのは間違ってると思うんだけど、でも自分の信用できそうだなって思った大人にいろんな話を聞いてみたりとかするのはすごい自分の学びになるし、それぞれ合う合わないありますので、いろんな話を聞いてちょっと俯瞰してもうちょっと気軽に考えてみようって話不安な夜あるよね。私もあった。泣いたこともあったよ。全然私って結構泣くので、だからね、泣いてることか不安なことがいっぱいあると思うんだけど、私もそういう時期いっぱいあったけど、なんかいろいろやってたらちょっと乗り越えた気もする。またね、上がったり落ちたりするのが人生だと思うから、本当はツーって言ったらいいんだけど、上がったり下がったり上がったり下がったりしながらバランスよく生きていきたいなと思ってるから、私も多分失敗する時は来ると思う。だけどそんな時に足を止めずに自分の信じてることに向かって走っていけたらいいなって感じで考えてる年取ったら結構顔も似てくるし、心も広くなるだろうし、今若い時っていろんな人生のみんなそれぞれに人生の課題があるから、なんかこう言ったりこう言ったりこっち行ったりとか、いろんな人がいろんな方向に行ってるけど、結局最終地点こういろいろ言って結局ここにたどり着くみたいな感じだと思うの。だからここでみんなでたどり着いた時に、あ、私はこういう人生でした、あ、私はこういう人生でした、あ、そうなんですね、あ、でも私はこういった人生も送っておりましたみたいな感じで、みんなでこうやって話せる時が来るまで、なんか話のネタみたいな感じで、なんか自分の人生をよりよくできたらいいなって思ってる。で、最終地点でみんなで語り合おうぜ。俺こういう仕事しました、私こういう仕事しましたって感じで、みんなの知見をね披露して、最終的にその仲良くなれたらいいなみたいな、そういう感じ。今カメラの充電やばそうだな。2分だって、やばい。
この本をみんなにおすすめするから一回ちょっと読んでみたら結構ねこういう感じだみたいになる。私はすごいこの本をもう50回が嘘15回ぐらいは読んだかも、なんか心がなんか何すればいいのか分かんないみたいな、やっぱ不安とか思ったらちょっとこれ読んでみるとかしてみるのもいいかも。これからみんなの前で大失敗をかますことも絶対あると思うけど、でも私はそれも全然シェアしたいし、ありのままをみんなに見せていけたら、てかみんなに見せてたら自分の記録でもあるんだけど、なんかありのままのこと話して思ったこと話して思ったことシェアできたらいいなって思ってる。そういう感じ。この話がなんか誰かの手助けになればいいかなって思っております。嘘ついてないもんだって。自分の人生と向き合うってめっちゃだるいけど、でもちょっと向き合ったらこっち行けばいいじゃんみたいな、なんかルートが結構見えてきたりするからいいかも。じゃあ終わるね。もうカメラの充電がマジでない。今から本とか読んじゃったりしてちょっとリラックスして自分のリラックスタイムにする。ありがとう、見てくれてバイバイ。見てくれてありがとう。なんか不安になったらまたこっち来てな。これの本も助けてくれるし、いろんな大人いるし、いろんな人いるしね。バイバイ。ご飯食べてな。ご飯食べてください、本当に。バイバイ。バイバイ。同盟がついに成立。5失点で一気に最下位へ。確かにこれそう現地に渡してよ。どうするんだよこれ。さっきと同じ方向で一本ずつ行きましょうよ。せーの。Service. Why did we go with that as exactly? Just carefully,